聞いた通り参道方面は晴れてたわね。ああ、雨上がりの景色が綺麗だったな。でもこの車ほんと大したものですよ。参道みたいな場所でもあんまり揺れませんし。さすがは ZCF。 発売されたら売れそうだね。ところであっちにも道が続いてるけど何があるんだい？ああ、ローゼンベルク工房さ。ちょっと曰く付きの人形師がいらっしゃるんだけど。へえ、あの知る人ぞ知る人形工房か。そういえば例のオークションで本当は出品される予定だったっけ？ああ、そんなこともあったな。結局あれが誰の仕業か未だ明らかになっていない。もうレンはいないけど、ちょっと様子を見に行こうか。くどい。お主を入れるつもりはない。いかに13工房の統括者といえ立ち入る権利はないはずだ。まあいいだろう。あれはナンバー15の所有物。元より取り上げるつもりはないさ。しかしマイスター、データは一通り渡してもらうよ。それがあのお方のご意思でもあるのだからね。お主に言われるまでもない。本当に仲が悪いな。博士も嫌われていると分かっててわざわざ訪ねなきゃいいのに。何を言ってるのかね。私とマイスターは旧知の仲。特に人形作りに関しては固い師弟の絆で結ばれているんだからね。ざれ言はやめるがいい。所詮わしの技術など結社にしてみれば古臭いもの。お主の統合理論があればわしに耐える必要などあるまい。ご謙遜を。こと人形の調整にかけてマイスターの右に出る人間なんてこの世に存在しないさ。ああ、でもパテルマテルにつけたあの回路だけはいただけないね。あれじゃせっかくの殲滅天使のポテンシャルが無駄になってしまうじゃないか。この下道が。すみません。おや、あれ、お客さんみたいだね。カンパネルラ、用件は済んだだろう。その不快な男を連れてとっとと立ち去るがいい。了解。ほらほら博士、さっさと次に行かないと。今日中に用を済ませてラボに戻るんだろ。もちろんだとも。それではマイスター、これで失礼させてもらうよ。例の子たちも完成次第チェックをお願いするからね。くどい。とっとと失せるがいい。それじゃあまた。何をほうけている。すみません。はじめまして、クロスベル警察特務支援課の者です。ローゼンベルク工房の主ヨルグマイスターでいらっしゃいますか？レンから多少話は聞いておるようだな。レンはリベールに去った。ここに何の用だ？いえ、
近くに来たので挨拶に伺っただけなんです。その来客中に失礼しました。招かれざる客だ。そのことは気にしておらん。だが今は特に話すことがあるわけでもあるまい。何か用件ができたら改めて尋ねてくるがいい。蓮に免じて話くらいは聞こう。勝手に門が閉まった。古めかしいけど何か仕掛けでもあるのかな。ああ、蓮に聞いた通り単なる人形工房じゃなさそうだ。それにさっきの来客も気になるな。ええ、招かれざる客って言ってたけど、なんていうかその怪しげな感じだったわね。そうですね。まあ危険そうには見えませんでしたけど。危険そうには見えないか。ここがマインツか。名前だけは知ってたけど来るのは初めてかな。まあ用事でもない限り来る機会もないだろうからな。そういえばノエルさんは結構マインツには来てるのよね。ええ、定期パトロールのコースにもなっていますから。そういえば特務支援課とはマインツ方面で縁がありますね。そういえばそうだな。軍用犬の事件や総員の探索で一緒だったか。そうね。嫌なことを思い出しちゃった。それでどうするの？早速町長さんを訪ねてみる？ああ、そうしよう。町長の家は町に入ってまっすぐ行った突き当たりになるな。失礼します。クロスベル警察特務支援課です。いやあ、君たちわざわざすまなかったね。よう、しばらくぶりだな。皆さんご無沙汰しています。ガンツさんの方は体の調子はどうですか？ああ、特に後遺症とかもなく元気でやってるよ。本当にありがとう。改めて礼を言わせてくれ。元気そうで何よりです。それで旧鉱山というところで魔獣が発生したとか。ああ、町の近くにある数十年前に廃校になった大昔の坑道なんだが。まあ立ち話もなんですし、そちらに座ってくださいな。今お茶を入れますから。封鎖されていた入り口の扉が破壊されていた。ああ、数十年前のものだがとても頑丈な扉だった。それが何者かに壊されているのを町の人間が発見してね。2日前には異常がなかったから、多分壊されたのは昨日だと思う。まったくふざけたことをしでかす野郎がいたもんだぜ。気になりますね。それで中を覗いてみると魔獣が徘徊していたと。でもまあ昔の行動跡とかなら魔獣がいてもおかしくないよね。いや、そうじゃないんだ。おかしいと思ったのは行動そのものでね。行動そのもの？
なんつうかぼーっと光ってるんだよ。壁そのものが赤紫色の光に染まっているというか。それは確かに不気味ですね。数十年前の行動となると動力灯もなかったはずだ。何が原因で光っているのか確かに気になりますね。ああ、町に実害はないんだが、さすがにちょっと気になってね。お忙しいかとは思ったんだけど、連絡させていただいたの。事情は分かりました。扉が破壊されたということは事件性があると見ていいだろう。早速様子を見てこよう。ええ、分かったわ。了解しました。興味深そうな事件だね。ありがとう。よろしくお願いするよ。ガンツ、皆さんのために道を開けておいてくれ。ああ、分かったぜ。そんじゃあ先に行ってるから準備が済んだら来てくれよな。よかった。本当に元気そうですね。ああ、君たちのおかげさ。ただまあギャンブル好きは全然変わっていなくてね。相変わらず休みの日にはカジノですって帰ってくるよ。そうなんですか。ま、身を持ち崩さなければ問題はないと思いますけど。そうだ、旧鉱山というのは町を出てすぐのところなんですよね。ええ、少し下ってから北西に登った先にあるわ。何が原因かわからない。くれぐれも気をつけてくれ。よう来たな。ええ、こちらですね。これが破壊された扉か。確かに何かで断ち切られていますね。ああ、正直人間の力でできるとは思えないんだが。で、ここが旧鉱山の入り口だ。この光は。なんとも怪しげな雰囲気じゃないか。ヤバそうな魔獣もうろついているみたいだね。あどうするロイド。場合によっては警備隊の方に連絡してもいいと思うけど。そうですね。捜索の手も増やせますし。あ、いや、まずは俺たちで内部の様子を調べてみよう。手に負えそうになかったら警備隊に応援を要請する。分かったわ。了解しました。まあ、それなら準備は万全にした方が良さそうだね。多分ここを調べ始めたら他を回る余裕はなくなるだろう。どうする？それじゃあガンツさん、ちょっと調べてくるのでここで待っていてください。ああ、気をつけろよ。危ないと思ったらすぐに戻ってくるんだぞ。これは確かにちょっと普通じゃないですね。地面や壁面がぼーっと光っているみたいだけど。それに何かしらこのよどんだ空気は。正気の類かもしれないね。これは上位属性が働いているかもしれないな。ワジ君、あなた。どうしてティオちゃんと同じようなことを。あの子ほどじゃないけど結構霊感はある方でね。
どうする？このまま奥を調べるのは結構ヤバそうな気がするけど。そうだな。でも何かしら？この音は。いけない。皆さん下がってください。なんだ！一体何が？おーい！あんたら大丈夫か？聞こえたら返事してくれ！ダメだ。声が届いてる様子がねえ。とにかくみんなに知らせねえと。ガンツさん、聞こえますか？聞こえたら返事をしてください。ダメだ。完全に塞がったみたいだな。でもどうしていきなり？崩落する直前何か音がしてたみたいだけど。そういや、どうして君は崩落するのが分かったんだい？かすかに火薬の匂いを感じて危険だと思ったんだけど。火薬？そういえばかすかに焦げ臭いような匂いがするね。でも火薬なんて最近ではめったに使われないはずだし、昔鉱山で使われていた葉っぱが爆発してしまったのかしら。いや、いくらなんでもこんな場所に残っていないだろう。多分爆薬を使ったトラップが発動したんだと思う。トラップ？でも確かにそうとしか思えないかも。なるほど、そうか。あのジジジというのは仕掛けの火花の音だったんだね。おそらく誰かが中に入ってから退路を断つための仕掛けだろう。ひょっとしたら近くに潜んで遠隔操作で爆破したかもしれない。でも誰がそんなことを？まさか入り口の扉を破壊した？ああ、その可能性は高そうだ。何者かは知らないけど完全にはめられたみたいだな。そんな。大丈夫ですよ。こういう時のためにエニグマがあるわけですし。これって多分動力波が届いていないアラートかも。密閉された場所だと届きにくいってマニュアルに書いてあったわ。そうなんですか。やれやれ、そう都合よくはいかないか。仕方ない。こうなったら先へ進もう。もしかしたら別の出口が見つかるかもしれないし、下手にここに残っていたらまた爆破されるかもしれない。そうですね。遠隔操作の可能性もありますし。外にいたガンツさんが助けを呼んでくれているとは思うけれど、確かに犯人の狙いを考えると動いた方がいいかもしれないわね。やれやれ、とどまるは地獄、進むは苦難といったところか。君たちといるとほんと退屈しなくて済むな。その減らず口、今は心強いよ。補給はできない。とにかく力を合わせてなんとかこの場を切り抜けよう。ええ。や了解です。
うして見るとこの紫の光は植物のものみたいだな。苔にキノコが多いみたいだけど。どう考えてもただの鉱山跡とは思えないような場所ですよね。光る苔というのはどこかで聞いたことがあるわ。ゼムリアゴケという名前で薬にも使われるそうだけど。へえ、そんなものがあるのか。でも聞いていた色とは全然違うのよね。別の種類かもしれないわ。いや、ゼムリアゴケで合ってるよ。本来ゼムリアゴケは金色の光を放つんだけど、たまに七葉脈の影響を受けて色を変化させることがあるんだ。そうだったの。ちなみにキノコの方はホタルダケって種類だね。こちらは本来緑色の光を放つし、ここまで巨大化することはない。どうやら七葉脈の流れに何らかの異常があるみたいだね。七葉脈の流れの異常ということはトラップを仕掛けた犯人とは関係なさそうだな。入り口の扉が壊されたのは昨日。一日やそこらでこんな風に大量に繁殖するとは思えないし。まあそうだね。でもワジ君すごく博識だね。どこで仕入れた知識なの？ああ、最近知り合った客に薬草とか詳しい人がいてさ、店で刺しつ刺されつしてる時にいろいろ教えてもらったってわけ。聞くんじゃなかった。そんなことだろうと思ったよ。いくらホストの仕事とはいえ未成年でお酒は感心しないわね。人聞きが悪いな。あくまでノンアルコールのカクテルなんだけど。ほんと